書記官のアルハイゼンは教令員で最も話しやすく最も話しにくい人物だ。関心のないものには目もくれず、現実的な論理と規則にだけ彼は従う。事務的で秩序を重んじるものなら彼とうまく仕事できるが、そうでなければ。公務に私情は挟まない。学者ならば神の目を研究する機会は逃したくないはず。彼も例外ではないだろう。だが彼の場合、研究に使うより日常の問題を解決するのに役立っている。何事も人より先を考えれば思わぬ収穫を得られるものだ。アルハイゼンが武器突破素材を合成時、一定確率でアイテムを2倍獲得し冒険を手助けする。通常攻撃は剣による最大5段の連続攻撃を行い物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費し、前方に斬撃を2回放ち物理ダメージを与える。元素スキルを1回押しすると素早く突進し、終了時に周囲に草ダメージを与え卓光鏡を凝集する。長押しで照準モードに入り突進方法を調整できる。発動時に卓光鏡を1枚生成するが、この時所持数が0だと追加でもう1枚生成する。卓光鏡は最大3枚まで所持可能だ。卓光鏡を所持していると通常攻撃、銃撃、落下攻撃は元素付与によって他の元素に変化しない草ダメージに変わる。前述の攻撃が命中すると卓光鏡の数をもとにした放爆攻撃で草範囲ダメージを与える。卓光鏡は時間で1枚ずつ消失し退場時にクリアされる。添付シーン是正解放後、銃撃や落下攻撃の命中時に卓光鏡が1枚生成される。これは一定時間で1回のみ発動可能だ。理論の演劇。元素爆発では特殊爆鏡を創造し草範囲ダメージを複数回与える。発動時に卓光鏡を所持しているとそれを全て消費しダメージ回数を増やす。発動完了から短時間後、発動時に卓光鏡を消費していなければ卓光鏡を3枚生成する。発動時に消費した卓光鏡が1枚増えると生成数が1枚減少する。多面鏡の反射の中、真実の一面を見極めるには慧眼が必要だ。添付メイリン切羽解放後、アルハイゼンの元素熟知の数値1ごとに卓光鏡の光爆及び元素爆発のダメージがアップする。この方法でアップできる量には上限がある。彼にとって理性とは難題を解く条件だが、彼を煩わせる多くはその理解に欠ける。故に彼はより優位に立てるのだ。戦闘時、卓光鏡を活用するのがアルハイゼンの主な戦闘手段だ。元素スキルで素早く戦場を移動し、敵に草ダメージを与えて卓光鏡を凝集する。卓光鏡とそれに連動する光爆攻撃を利用すれば戦場はより安定するだろう。元素エネルギーが溜まったら元素爆発で特殊爆鏡を創造し草範囲ダメージを複数回与える。卓光鏡を所持していない状態で元素爆発を発動すると卓光鏡が生成されて追撃が可能だ。もし所持していればその数をもとにした強力な草ダメージで戦局を有利にできるだろう。幸せな人生の多くは似たものだが、幸せに暮らす人はそれぞれ違う。快適に過ごす上で彼の聡明さと穏やかな心は役立っている。俺には人の生き方に口を出す権利はない。もし言葉が過ぎればまるで妬んでいるように聞こえるからだ。正直楽な生き方を懐かしくも思う。だが残念ながら万事が合理的に運ぶことはない。
これは彼のようなシンプルな人生にのみ適している。そしてシンプルな生活が彼にはちょうどいいのだ。